はねここで引き返したんですよね。でも今日はちょっと時間あるんでこの先行ってみます。まあ行ったことはあるんですけど1年ぶりぐらいですね。なんか良さげな公園があったんでここで休憩しますか。ちなみに今45分ぐらい走って15キロ来ました。ちょっと喉が渇いたんで飲み物を買いに行きます。てか意外とここあそこにでかい交差点があって道路が2本こうやってあるから、お、すごい、なかなか騒音がすごいですけどちょっと綺麗そうだな。ちょうど日が昇ってきたところですけど今もう結局ね海の方まで来ちゃいましたね。もうあそこの堤防的なのの向こうはもう海ですね。あれすごいこのなんていうんだっけ、このアンカーのオブジェクトもあって、ここでなんかコンサートとかやれるようになってんのかな。実際使われてたやつなんだ。巡視船オシカのなんて読むんですかこの漢字、読めない。なんかここ行くと海は見えないな。全然見えなかった結構登んないと見えないですね海は。カメラでは見えてるかな。肉眼では背伸びしたらちょっと見えるかな。多分こういう感じになってるんですね。今のところから見上げると。ここも歩いてなんか行けるんですかね。待って、海見えんじゃん。すごい、ちょっと行ってみよう。眩しくて何も見えないんだけど。いいな。すげえ。でも海あれですね、去年こっち来た時から全然見てなかったんで海見たのがもうすごい久しぶりですね。すっげえ、めっちゃ綺麗じゃないですか。ていうかその1年ぐらい前にこっち来た時になんかこう暗かったんですよね。暗かったので海のとこまで来たんですけど海見えなかったんですよね。ですが今日は明るいんでしっかりと海が見れるんですけど、もうねこんなちゃんと海見たのもう本当にいつぶりか分かりませんね。海見たのはその1年前の海見に来た時を除けば本当いつぶりだろうな、5、6年ぶりとか。港ですね。マリンゲート塩釜って書いてあります。いやいいとこですね。いやあそこら辺のマンションとか絶対景色いいでしょ。羨ましいな。普通にここから入れるようになってる。船の上でバーベキューができるのめっちゃいいじゃん。今昨日引き返したとこまで戻ってきましたけど海からそんな遠くなかったですね。5分ぐらいです。なんか走ってるとちょっと微妙に風が強くてちょっと疲れたんでもう一回休憩。やばい今ちょっと間違ってリセットしちゃって振り出しからになっちゃいました。だいたいこれ切れた時で19キロくらいでしたね。で時間が1時間ぐらいだったかなです。ここ
めちゃくちゃ涼しいポイント。ここなんでこんな涼しいんだろう。この人何あるんでしょうね。普通に冷房並みに涼しいんですけど。朝ごはんです。白飯とイカリングとなんだっけ、アジフライと、これはなんだっけ、オニオンスープです。いただきます。やっぱ揚げ物は美味しいですね。ご飯が進みます。今日はこいつです。今ちょっと掃除してたんですけど、これは台所に置いてあるいろいろこういう家電類とかを設置している IKEA の棚ですね。イーバルという、まあ有名だと思うんですけれども、こう組み合わせいろいろできて、高さとか、棚の高さとかこうやって変えられるっていう、棚なんですけれども、これ結構ね、ホコリがね、乗るんですよね、この、棚板に。で、その時に、めちゃくちゃこう掃除がしづらいという。これね、パイン材でできてるんですよ。で、このパイン材のこの表面を、これ何にもコーティングとか塗装とかしてないんですね。この木のザラザラした状態のままなので、ホコリとか乗っても、こう、なんかこう、ほうきで吐いたりとかしても、こう、ホコリがこう、なんて言うんでしょうね、引っかかっちゃうんですよね、この木のザラザラに。ホコリがめっちゃ取りにくかったりとか、あと、なんか、水とか、水分が乗った時にもこれ吸い込んじゃうんですよね。弾かないで。なので、ちょっとここなんか、ワックスとか、ニスとか塗って、コーティングした方がいいなって思うので、今日はここに、ニスというかワックスを塗って、この、ホコリもしっかりこう、払いやすくて、掃除もしやすいようにして、で、水も吸わないようにするという加工をしようかなと思います。これ今、ホコリもこうやって乗ってますけど、こう、手でこうやっても、ホコリにこう、引っかかって、この木のザラザラに引っかかって、よくあるこう、モコモコしたこう、ホコリ払うやつとかでも逆に、繊維がこっちに引っかかっちゃうんですよ。やっぱりなんか、コーティングはした方がいいだろうなと思って。IKEA にもなんか、こういうとこに塗るこう、机の天板とかに塗る用の、ワックスが売ってるんですよ。だから、IKEA 側も、なんか、自分でコーティングして使うことを前提にしてるのかなっていう感じはしましたね。このままで使うのはあんまお勧めしないです。こんな感じで結構、こうやってホコリが乗ってるんですけど、指でこうやっても、ほら、取れないんですよ。なんで掃除が大変なので、まあ、とりあえず一回頑張って、ホコリ取って、この棚板を、全部取って、ワックスを塗りたいと思います。ちなみにワックスっていうか、まあ、ニスですね。ニスはこれにしました。まあ、ダイソーで買ってきたんですけど、木部工作用水性ニス。色は乳白色。まあ、透明ですね。にしました。まあ、木材の色を活かしたいので、色がないものを選びました。で、ハケも買ってきました。7センチ幅のハケ。これらを使って塗っていこうかなと思います。今これで掃除してましたね。掃除機の、この、機械の入ってる部分だけ取って、先っぽにこういう感じの、先っぽがなんか、ほうきみたいになってて、っていうアタッチメントをつけて、ここ掃除してます。こうやって。ちょっと頑張りたいと思います。これ思ったんですけど、あれですね。一回ヤスリとかをかけた方がいいかもしれない。結構こういうなんか跡とかが残ってるんで、表面を一回ヤスリかけしてから。その方が、ワックスの浸透もいいと思うので、一回ヤスリをかけてからですね、これは。ちなみに今この棚はこんな感じになってます。ここのね、電子レンジと炊飯器が乗ってる棚はもういいかなってちょっと諦めました。ちょっとめんどくさいし、あんまりこう見えるとこでもないので。これ今この耐震の、地震来ても倒れないようにする棒を外してるので、今地震来たらこれアウトかもしんないですね。あ、でも重心が下だから大丈夫かな。ちなみにですね、少しビス止めをした、棚板があったんで、ちょっとそれはパテ埋めしました、今。ヤスリかけたら多分、全くわかんなくなると思いますね。ちょうどベージュっぽい色のパテだったので、本当にヤスリかけたらわかんなくなると思います。
はい、今天板に紙やすりをかけています。まあ、そんなにツルツルになるまではやってない、もう適当ですけど、60番のヤスリで1回かけて、その後に240番でかけてます。ささっとですね。でも結構ツルツルで、表面の汚れとかも結構取れるし、塗料のワックスのノリもいいんじゃないでしょうか。ではでは、こいつヤスリがけが終わったので、ワックスを塗っていこうと思います。ちょっと照明がよいしょ、いまいちですがご了承ください。よいしょ。あ、いいですね。色ない方がいいので。あ、いいですね。このニスののりもいいですね。しっかりとヤスリがけをしたので、しっかりとニスが乗ってくれます。よし、すごいニスの吸い込みがいいですね。やっぱりこれは良かった。あともう一回塗ったら本当に綺麗になると思います。よいしょ。今のは下塗りみたいな感じですけどね、いい感じ。一応こんな感じで、2枚塗れたので干してあります。もうすごいね、ニスの吸い込みが良くて、もう結構乾いてて続けて塗れそうなんですけど、一応30分ぐらい乾かしてから塗ります。もう1枚の板は少しヤスリかけが終わってないので、また今度というか、後でやります。パテがついてる分ちょっと大変だったので、後回しにします。昼飯はパスタにします。たっぷりチーズボロネーゼ。はい。昼ご飯はパスタです。チーズボロネーゼとチーズ入ってるのかわかんないですけど、オニオンスープ。まあ確かにボロネーゼ美味しいけど、まあかすかにチーズの味するかなっていう感じですね。まあ美味しいです。よし、とりあえず30分ぐらい放置したので2度塗り目します。あ、いいですね、手触りも。OK、2度塗り目終わりました。すごいツヤが出てきてね、良かったです。いい感じになりそう。ちょっと今、置くとこがないんでね、エスプレッソ、ここに置いてます。カフェラテです。あ、うまっ。
地元で買ってきたしみ餅をお供にいただいております。これまた買ってきたいですね。地元に帰った時。1週間後にまた地元帰るんで。お、いい感じですね。肌触りもいい感じです。最後に仕上げのヤスリをかけて、そしたらすごいいい感じになった。よし、ではそろそろ出かけるか。今、6時15分ぐらいですけど、この時間がいいですね。日も。今出たら空が結構綺麗かも。出かける前に今夜は唐揚げにしたいので、下ごしらえだけしちゃいました。なんかこの前の空き地みたいなとこがなんか、なんだろうな、木の杭みたいなのにワイヤーが張ってあったのが前あったんですが、それが全部ワイヤー取って杭を抜いて、で新しい杭を打って、明日ワイヤーとか張るんですかね。これなんか1日やってました。あと草刈られてる。この新しい杭を打つ音が家の中まで響いて聞こえてましたね。はい、ということでできました。唐揚げです。今回結構、焼き目が、焼き加減というか揚げ加減がうまくできました。あと、こいつ。コーラです。絶対、肉と相性いい。うまっ。なんかね、唐揚げ、作るたびに味が良くなっていくんですよね。味付けが。どこまで成長するんだろうっていう感じですね。うん。美味しいです。なんか今回の肉、脂身少なめですね。